磯田幸之助と申します。2部副総科に所属しています。2部副総科は3年で昼間の学部と同じようなスカートからコートまでといったアイテムを3年間の夜の時間で学んでいく学科です。雰囲気としてはですね、非常に皆さんやる気のある人が多くてですね、課題とかに関してもしっかり予定を立てて進めていくというような人が多い印象です。年齢層としては、それこそ20歳の方もいらっしゃいますし、30代の方とか、とにかく年齢層としても幅広くて、昼間に仕事をしながら夜アパレルについて学ぶという方が多いです。2部を選んだきっかけとしましては、私の父方のおばが文化の卒業生でして、僕の祖父が縫製工場をしておりまして、そこの後継の人がいないというところで、私も文化に入りまして、アパレルについて学んで、その縫製工場を継ごうというふうに決めたのがきっかけです。2部に対してのイメージは、とにかく課題が大変だという話をちょっと耳にしていたので、自分でもやっていけるのかなっていう気持ちはありました。2部の学科は課題が大変だっていうのは聞いていたんですが、そこまで大変ではなくて、ちゃんと予定を立てて自分のやるべきことっていうのを組んでいけば問題なくこなせるものだったなっていうのが一つと、アパレルについての縫製であったり裁断であったりというようなことから、販売についてとか西洋服装誌であったり、そういうアパレルっていうものについて幅広く学べる学科だったなとイメージが変わりました。日中は縫製工場で工場長をしておりまして、学生服の縫製工場なので、学生服を日中は作っています。今22です。学校がある日というのは課題を多く進められるっていう日ではないので、学校のない日で火曜日であったり、木曜日、また土日っていうような日程で課題を進めています。やっぱり昼間働きながらアパレルについて学べるというのが一番大きいかなと思います。卒業後はアパレルの販売職であったり、デザイナーとして自分で起業してやっていくって方もいらっしゃいますし、決まった道っていうのはなくて、自分のやりたいことをどんどんやっていけるような進路先なのかなと思います。2部ではまず基本として月曜日と金曜日に服装造形という授業がありまして、こちらでは洋服のパターンから製品になるまでというか、縫製であったり基礎知識であったり、そういったものを学んでいく授業がありまして、で水曜日の授業というのが学科目の授業で、この学科目の授業は例えばファッションビジネス概論であったり、デザイン画の授業であったり、3年次になるとCAD の授業とかイラストレーターを使った授業とかっていうのが入ってきます。やっぱり服装造形が一番好きですね。自分が頭の中で思い描いたものを実際に自分でゼロから作ることができて、それこそ布選びから始まって、こういう素材はどうだろうかとかいろいろ考えながら、布からパターンを使って裁断をして、でどんどん縫い上がっていくと、自分の追い求めているものとかイメージしているものがしっかり形として作れるというところが服装造形の授業の好きなところです。とにかく学べるものとか自分で使用できるものとかは全て使って、もうとにかく全力で課題に取り込むということです。朝7時半ぐらいに起きまして、でだいたい8時とかから仕事をして、で4時まで仕事をして、でそこから4時半の電車に乗って新宿に来て、でだいたい5時半には学校に着いている。でそれで授業を6時からの授業を受けまして、8時半に授業が終わり、家に帰るとだいたい10時頃ですね。でそれで例えば時間に余裕があれば課題をやったり、また仕事をやったりというような、それでだいたい12時ぐらいに寝るという。僕は今縫製業をやっているので、縫製業界っていうものをどんどん盛り上げていきたいっていう気持ちが
ありまして、今それこそコロナによって倒産してしまったり、そもそもが日本で縫製業っていうものがあまりやられていなくて、どんどん人件費の安いところに流れてるんですが、そういったところもどんどんまた国内で盛り上げて、縫製業っていうのを一つの強みとしてできればいいなというふうに僕は思っています。学校の設備は在学中であれば自由に使えるので、とにかくいろんな図書館で本を借りたりとか、先生方にわからないところを聞いたりっていうのをたくさんすることで自分の力になると思うので、そういったことを怠らずにというかやっていただけたらなと思います。2部ファッション流通科の森さやかと申します。夜間の学部で主にビジネスについて勉強したりします。普段日中働いてらっしゃる方とか、アルバイトの方とかフリーターの方とか、日中学生やってる方とか、いろいろな方がいらっしゃいます。年齢層も幅広いですね。アパレル関係に就職される方はやはり多いですね。もともと16歳の頃から社員としてアパレルの企業で働いてて、どうしてもギャルソンに入りたいってなった時に学歴をつけないといけないなって思った時に、文化で仕事をしながらビジネスを学び、アパレル企業の就職に有利な学校を入りたいなって思ったからですね。もともとずっとアパレル企業で働いてたので、仕事をしながらビジネスを学びたいなと思ってファッション流通科にしました。割と結構年齢層が上の方が多いのかなとか、少ない時間で勉強して卒業するっていう感じだったので、大変なイメージはありました。結構同年代がすごく多くて、で、カリキュラム的にも全然勉強しやすい、分かりやすくて、あと資格も結構取れるので、そこはすごい優しい学部だなとは思います。若めな子が多いので、もうそのまま高校生から夜間に入った子とかがすごく多くて、みんなワイワイしてるって感じですね。大学卒業してからまた文化入り直した子とか、あとモデルやりながら夜間勉強したりとかしてる子はいますね。日中は仕事をしてます。古着屋の販売をして買い取りの手伝いとかをいろいろしてたんですけど、1ヶ月前に仕事退職しちゃったんで、今はニートしてます。自分が自堕落な人間なので、とにかく両立するからには当たり前のことなんですけど、絶対にサボらないようにするために、学校がある日は強制的に仕事を出勤するっていうので、そのまま職場から直行して絶対に帰れないようなルートを作ってましたね。退勤時間は18時なんですけど、学校ある日は17時半とかに退勤してました。やっぱ日中の学生さんとかだったらどうしても夜にバイトしたりとか、少ない時間で有効活用しないといけないっていうのはあると思うんですけど、やっぱ夜間って日中が暇な分、自分のバイトとか趣味とかを専念できるっていうのがすごいいい点だと思います。基本的にビジネスのことを学ぶんですけど、その他にもデザインの授業だったり VMD の授業だったり接客の授業だったりと、基本的にアパレルで就職する時に役立つような学習は全て行うというイメージです。好きな授業は接客の授業が一番好きでした。自分がもともと接客業をあまりやったことがなかったので、将来的にもずっと販売員になりたいなとは思ってたので、その時に活かせる知識とか正しい言葉遣いとかを勉強したりすると、即戦力というか実践につながることなので、すごい楽しかったですね。単位を落とさないっていうことに一番頑張りましたね。とにかく出席して取らないといけない資格はちゃんと取ってっていうのは頑張りました。ファッションビジネス検定の試験を3級と2級全部受けないといけないんですけど、やっぱ日中仕事してる分勉強してる時間が人より少ないので、空いた時間有効活用して勉強してなんとか取得するっていうことを頑張りましたね。人生最大の夢がギャルソンに入社するっていうことだったので、クビにならない限りはギャルソン退職しないってことですかね。街中でドッキングロックっていう
プリウスのアーカイブのジャケットを着てる人を見かけて、すごい変なジャケットだなって思ったんですけど、すごい興味持って調べたら、コムデ・ギャルソンの存在を知って、そこでいろいろ調べていくうちに自然と好きになって、あともともと好きなものには探求心とかがあるタイプだったので、詳しく掘っていくうちにいつの間にかめちゃめちゃコムデ・ギャルソンがない世界は考えられないっていうくらいには服を好きになりましたね。サボらないにつきますよね。サボらないと、あとここで学んだ知識は絶対アパレル企業に入った時にはすごい役に立ちますし、文化ってすごい大きい学校なので、アパレル企業に入るってなったら文化のネームバリューってすごい有効だと思うので、文化の名前に負けないように自分もすごい人間になれるように頑張ってほしいですね。